19回目。はい、始まりました。いろいろですね、できるようになってきちゃいました。はい、なんかそこ積み重ねで自信がついてきました。ああ、よかったよかった。うん、いろいろできるようになりました。シフトダウンやって、うん、特にシフトダウンって最後曲がるための準備として便利なのは分かった。はい、わかりました。ね、あれをちゃんとできてると、曲がるその手前が全然安心感が大きくなった。はい、余裕を持って曲がれるっていう。というね、うん、そのやっぱり曲がれる体勢を作ってから曲がっていくみたいな、準備整いましたみたいなんでしょ、はい、カーブが入ってきて減速でブレーキを使ってて最後ブレーキはやめますよね、はい、そのブレーキをやめる時を利用して曲がり始める。じゃあ曲がろうっていう感覚よりはこうブレーキを戻して曲がる。そう覚えてしまえば、こんなこと簡単だったのっていう、こんなことっていうようなことなのでぜひやってみましょう。はい、頑張ります。はい、オートバイのフロントブレーキっていうのはブレーキをかけるとオートバイが起きようとするんですよ、実はそういう力を持ってます。ということは、はい、ブレーキをかけるとオートバイが立つわけだよ。まっすぐに立とうとする、戻ろうとするというと、じゃあ軽く寝かす状態の体重をかけた状態でブレーキをかけるとオートバイは立ったまままっすぐ走ってくる。じゃあそのブレーキをかけるとオートバイが起きようとするのをまず経験してみよう。はい、頑張ります。はい、10度ぐらいかな、はい、浅いバンクまで傾けた時にブレーキをこの遊びが終わるぐらい、そこで軽く触るぐらい、ブレーキが多分今ブレーキがさーっと触ったなぐらいのところで、あんまり何も起きないようだったらそのまま少し強くする。そうというのを自分でやりながら感覚を起きてくるっていうのを分かるようにやってみてください。わかりました。戻る。なった。はい。あんなの知らなかったでしょ。いや、知らなかったです。すごい。オートバイ起きるんだよ、ブレーキで。じゃあカーブの前に入るときにもうブレーキオフしちゃって、あのぐらいのブレーキ、なんか弱いブレーキでもなるでしょ、弱いブレーキでもね。でじゃあ今度曲がる格好をあらかじめ、そっから曲がるんだけど、もうこっから曲がる格好にして、でバイク曲がっちゃわないようにブレーキかけると大きいから、そのまま行ってまっすぐずっと走って、で今ってところでやめると曲がり始める。バイク起きるのをこうやって起こしちゃうと何も起きなくなっちゃう。バイクと絶対にそのまま一体で動く。そうわかりました。強いブレーキでそういうことずーっと落として離してパッと曲がったかな。わかりました。多分そうすると体をこうやってしないのにそっち行くってのは分かるから。で曲がり始めたら何もしなければ曲がっていくのに、今曲がったでやめてるからバイク起きちゃうじゃん、あれあのまましてればずっと曲がってるんだよ。ずっとこのままで。そう。じゃあ体を起こさずちょっと。そう、慣れてきたらそのまま途中から開けていけば例のトラクションでビューっていくんで、加えたてのトラクションが使えるんでいやね、バンバン曲がってたね。いや、なんか今までで一番バイクに乗ってる感っていうんですかがすごいありましたね。なんかバイクと一体になってる、その感覚がすごいありました。小富さんね、分かったと思うけど、力ずくじゃないでしょ。全然ブレーキを利用してるだけだよね。私今までカーブすごい苦手で怖いので体で行ってたんですけど、同じ体で行くでも固まっていくんじゃなくて、もう預けちゃった方がバイクって意外に
回るけど倒れないっていうのがすごい感覚で分かります。でその方がそのブレーキングを使って起こして戻してっていうのがなんかすごい安心安全で使えると思ってすごい発見でした今日。カーブ行ったらあれは3速のカーブ、あ、これは2速のヘアピン、これは4速でも大丈夫っていうのが分かるんですよ。自分で判断できるってことですか？という見方とかあるんで、はい、そうやっていくと例えばカーブが途中で曲がってる最中からまたきつくなってるとかあるよね、普通はああもうダメかもって、そうそう、それが今日のブレーキで曲がるをやると、あれもっと曲がれる。なので、何回でもやり直し聞くのね、はい、ということができるようになればなるほどあなたにとって曲がれないカーブはなくなるわけだよ。そこが私一番カーブが苦手なのでそこを強化すごいしたいです。もっと言うと、はい、カーブが一番面白いんだよ。でも今日ちょっとその片鱗を感じましたいやもう本当におけんさんのおかげです。ね、まあでもね、楽しく安全にこれからも頑張ってください。ありがとうございます。